皆さん、こんにちは。ときまるです。今日は、財布と決済事情についてお話ししていきたいと思います。質問をいただきました。物を減らす上で、財布関連、現金やカードなどについてどのように考えていますか？電子決済やカード決済の活用などのお話をお伺いしてみたいです。質問ありがとうございます。確かにミニマリストなので、私は銀行口座もカードも持ってません。すべて捨てました。って言いたいところなんですけども、捨てられてないですね、そこはね。ほら、アメリカのロブ・グリーンフィールドみたいに、I have no bank account ね、もう全部 I have no credit card って言いたいですけども、無理ですよ、日本ではね。なかなか。で、結局、銀行口座もあるし、クレジットカードも持ってます。でも、やっぱり、なるべく最小化しようとしていて、で、それをずっと試みてきた感じですね。で、過去に財布の話とかいろいろしてると思うんですけど、確かに最近あまり話してなかったなと思ったので、ちょうどいいタイミングだったので、今回話していきたいと思います。で、まず、財布事情についてですね。これはもう皆さんに何度もお伝えしている、私が使っている財布はもうこれですね。はい。紀ノ国屋オリジナルジップウォレット。これ紀ノ国屋の、いわゆるジッパーなんですけど、ジッパーバッグなんですけど、ジッパーバッグのサイズ S です。これを、私は財布にしています。で、今ね、もうこれほら何も文字が消えちゃってるんですけど、使い込まれすぎて、ユーズド感出てるでしょ、これ。もうなんかスルメみたいな感じになってる。スルメ。もう何のね、絵柄もなくてね。で、これ使い込むとこういう風になるんですけど、これ重さがね、3グラムです。はい。この間測ったんですけどね、むちゃくちゃ軽くて。で、こういう感じでね、売ってるんですよ。で、僕も改めてね、これあんまり見たことなかったんだけども、SS っていうサイズですね。僕が使ってるのは SS サイズで20パックです。で、これでね、金額ちょっといくらだったか覚えてないんだけど、200円とか300円とかだったと思うんだよね。200円とか300円くらいだったと思う。で、こんな感じでね、これ新品なんですけど、こういうふうに日付とか名前とか書けるようになってるんですよ。だから僕たまにね、時丸田中って書いたりしてますよ。で、これが、サイズがですね、縦 8.5 センチ、で、横が12センチ。で、厚さが 0.06 ミリっていうことで、しかもマチがあるんですよね、これマチが。これがすごくて、この後ろの部分、ここにね、マチがついてて、これが2センチぐらいある。2センチ。だから、割とこのペラッペラに見えるんだけど、中に容量が入るようになってるってことです。で、この、財布に関しては、もう僕はいろんな変遷があって、財布に関しては。で、もちろんその、革の財布とか、ブランド物の財布とか、あとは、それからだんだん財布を小さくして、今度カードケース、パスケースみたいなものにしてたりとか、なんかレザーのね、パスケースを使ってたりした時があったり、あとは自分で手作りをした時期もありました。で、それから、クリーニング屋さんのポイントカード、クリーニング屋さんのポイントカード入れがちょうどこんなプラスチックの感じで、それを財布として使うようになり始めたり、その時はクリーニング屋さんに行ってたんで、クリーニング屋のポイントカード入れを財布にして使ってたりしました。で、次にハマったのが、なんかイベントとかカンファレンスにたまたま出席した時に、これネームプレートもらえるじゃないですか。よく社員証とか、社員の方々がなんかぶら下げてるプラスチックのカード入れみたいな。で、あれをね、自分がなんかカンファレンスに出席した時にもらったんですよ。で、時丸田中のカードが入ってて、自分の名前というか名刺みたいなものが。で、これ使えるなと思って、で、そのままもうそれ持って帰ってきて、それをずっと財布として使ってたり、したことがあります。
だから初めてのお使いってあるじゃないですか。で、子供がね、ここにぶら下げられて、ここにお金を入れてお使いに行くじゃないですか。あれを40手前にしてやってたんですよ。私はね、ずっとね。うん。頭おかしいでしょ。ミニマリスト。で、まあ、それから変遷を経て、究極的にもこれになったってことです。うん。で、昔フジロックとか、その音楽フェスに、まあ、行ってた時期があって、で、これってやっぱアウトドアの中ではすごく使いやすいんですよね。で、まず、雨に濡れない。そして軽い。うん。それがもう一番です。で、なんか結構手が濡れてたりしても全然触ってね、やれるし、なんか雨が降ってる時とかでもポケットに入れておいても全然大丈夫。だからまあそういう登山の文脈とかアウトドアの文脈でも役に立つと。で、そして、この軽さですね。3グラムという軽さがもうまさにミニマリズムであるっていうこと。で、一切飾り気もないし、なんかよく財布にお金かけなさいとかね。うん、財布はいいの使った方がいいですよとかってなんか昔から言われてるとは思うんですけど、僕は全くそういうのには興味がなくて。で、これでも結構ね、いろんな方に、そんないい年して、そんなおもちゃみたいなもの使ってとかね、もう散々言われてきましたよ。言われてきたけども、全く問題ないし、逆になんかね、うん、いい感じですよ。これは本当に。うん。で、まあそれで使ってますと。で、一つはね、そのミニマリズムっていうところもあるんですけど、やっぱりその現金を使う機会が減ってるってことも多分大きく影響してると思います。これは。うん。だから、財布っていうものの重要性が生活の中で以前よりも下がってきていると。明らかに。だから自分もこういうね、紀ノ国屋オリジナルジップウォレットを使っておきながらも、そんなにね、これを出す機会もないし、で、ほとんど持ち歩くこともそんなにしないんですよ。実際。で、じゃあどういうふうに、じゃあ決済をやっているかというと、やっぱこれになるわけですよね。うん、こっちになってくるわけです。で、決済の話に入っていくと、まず私は、この純正の、こういうね、はい、純正のアップルの、なんていうのかな、マグセーフウォレットっていうのかな、マグセーフウォレットを使っています。で、まあ普通にこういう風に取り外しができるようになってて、もう普通にここについてるだけ。で、これは Find My iPhone、iPhone を探すっていうアプリで、この財布がもう個別に紐付けられていて、これがなくなった場所がこの iPhone で検索できるみたいなこともできます。これがまあ純正の強みっていうのかな。いろんなケースがある中で、それを使ってるのはそういう理由。で、使いやすいんですよ。なんかむちゃくちゃシンプルでしょ。シンプルで、これカードが中に2枚入るようになってます。で、僕はこの中にカードを入れています。2枚。で、まあちょっとセキュリティの関係もあるんで、番号とかあるんで、ちょっと中身は出せないんですけど、1枚がクレジットカードです。クレジットカード。で、もう1枚がデビットカード兼キャッシュカード。で、クレジットデビットっていうのかな、いわゆるビザとかマスターカードの、ブランドがついていて、それによって、クレジットカード的に決済できるっていうデビットカードになってます。うん、だから、もう、それ使った瞬間に銀行口座から引き落とされるってやつですね。うん、まあデビットカードです。それが入ってると。で、それがキャッシュカードを兼ねているから、このキャッシュカードで、銀行からお金を引き出す、現金を引き出すこともできる。うん。そういう感じです。で、もうほぼそれで完結できると。で、さらに、で、僕が持ってるカードはもうそれだけなんですよ。基本的に。クレジットカード1枚とデビットカード1枚。これだけです。で、これで全て自分の生活資金もビジネス資金も回してます。だからもう経費の決済とか、そういうのも全てひとまとまりにしていて、で、あとは確定申告の時にその生活費とね、経費を分けるっていう風なやり方をしてます。だから、今までね、たくさんカード持ってたりもしたんですけど、もう結局ね、クレジットカード1枚。
で、キャッシュカード兼デビットカードが1枚。だからこれまではキャッシュカードとデビットカードって多分分かれてたりしたと思うんですけど、僕はもうそれを一緒にしたくて、で、そのために一緒にできるようなブランドとか企業を選んでます。はい、会社を選んでます。で、その前段階としては、クレジットカード兼キャッシュカードっていうものを使っていました。これはね、三井住友銀行から出ていたんですよ。で、今ちょっとあるのかわかんないんですけど、結構昔にそのキャンペーン経由で入って、そしたらクレジットカードとキャッシュカードが一緒になったカードっていうのがあって、それを長らく使ってましたね。で、それプラスもう一枚クレジットカードっていう感じだったんだけども、それをちょっとやめて、デビットカードとキャッシュカードが一体化になったもの。プラスクレジットカードってもう本当にシンプルな構成になってます。もうそれだけ持っているカードは。うん。で、さらにですね、このカードさえもそんなにもう使わないと。なぜなら、iPhone の中に電子化されたものが入ってるから。これは、Apple のウォレットですね。うん。ウォレットっていうね、アプリがありますよね。そのウォレットの中に、全くこの同じカード。これからウォレットに入るんですよ。うん。この物理カードと同じカードをそのまま2枚入れてます。ウォレットにね。で、プラス、ウォレットの中にはもう一つ、スイカです。これはもう交通系のものとして、電車とかバスとかに乗るためのもので、スイカを入れている。うん。だから、完全にその物理カード、ここにある物理カード2枚と、そのウォレットの中の2枚が完全にリンクしている。で、さらに、そのウォレットの中には、スイカだけがプラスされている。つまり、スイカの物理カードは持っていないっていうことなんですよ。で、だからスイカはもうデジタルスイカだけになっている。で、もうほぼこのもう感じで今やってますね。で、そのウォレットの中に入っている、クレジットカードで、ほぼほぼ決済ができるので、基本的にはもう Apple Pay を使って、できる限り決済をしていくと。そういう手法ですね。今、そのスイカをピッてやる労力と、Apple Wallet をピッてやる労力ってもうほぼ変わんないんで、もちろんスイカの方が、なんていうかな、立ち上げなくても勝手に反応するみたいなところはあったりはするんですけど、昔よりね、そういうところがもうスムースになっていて、そのクレジットカードの使用感と交通系のカードの使用感っていうのがほぼほぼ変わんなくなってきています。で、さらにクレジットカードには今タッチ決済もついているので、タッチ決済がある端末であれば、もうタッチでピピッといけますよね。だからほとんどその交通系との使用感が変わらない。うん、微妙にその通信速度がね、クレジットカードの方がかかるみたいなところはあったりはするんですけど、もうほとんど気にならないレベルで使えるので、もう基本的に、その Apple Pay ですね、の中に入れて、それを使うっていう風にしています。で、もう一つ決済の中で重要になるポイントというのが、やっぱり PayPay ですね。うん、QR コード決済っていうものが、やっぱりこれがないと日本では不便っていう風に今なってきています。特にやっぱり旅行とか行った時、地方の飲食店とかね、で、現金だけのとこもあるんですけど、やっぱり QR コード決済が普及してきてますよね、かなりね。で、僕も長崎の方の田舎の出身なんですけど、だからその自分の実家とか地元とかに帰ると、やっぱりその QR コード決済っていう、だからそのクレジットカードとか、そういうのはないけど、ペイペイだけは置いてるみたいな、そういうお店がどうしてもあるじゃないですか。だからその時はもうペイペイで決済しています。はい。だからペイペイのアプリを入れている。うん、もう決済系はもうそれだけですね。他の、決済サービスはもう一切使わないです。いろいろほら、LINEPay とかメルペイとか、もういろんなペイがありますよね。だけど、使わない。もうだから基本的にもう PayPay プラス Apple Wallet ですね。を使っているという風な感じです。で、さらにね、突っ込んで話をすると、僕は PayPay があんま好きじゃなかったんですよ。好きじゃないというか、うん、音が鳴るじゃないですか、PayPay って。あれがなんかもう嫌で、なんか自分がその PayPayしてるっていうか、すごいなんか、
すごいじゃないですか、主張がね。だからなんか、決済サービスってそういうの多いなと思ってて、なんか、ワンワンみたいな犬が鳴いたりする音があったりとか、ペイペイってすごい激しく言われて、なんか、キャンペーンの時はガラ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 、ジャポーンみたいな、なんかくじが回ったりして、当たりとかって言うじゃないですか。あれが嫌すぎて、なんでもうちょっとミニマルな音にできないのかなって、思うんですよね。なんかそういう激しくした方がやっぱ盛り上がって面白いみたいな、お金使ってるぜみたいな感じになるのかわかんないけども、渋谷にね、渋谷限定で出してるハチペイってのがあるんですけど、それもね、ハチ公の鳴き声がワンってするんですよ。で、それはまあ可愛いからいいんだけど、なんかペイペイのペイペイってわざわざ言われるのがすごく嫌で、だから一時期ペイペイをやめようかと試みた時もあったんだけど、やっぱりね、不便になるからやめられなかったっすね。で、なるべくまあ使わないようにはしてるけど、なんとなくそういう風になってます。で、やっぱりペイペイが便利なところは、支払った後に、こうお金のやり取りをこう友達とかとね、ご飯とか行った時に、こう割り勘する時とかもすぐ遅れたりするし、で、送信の手数料みたいなものもかからないので、そこは強いなと思いますね。まあ今のところはですけど、まあ今後かかってくるかもしれないですけどね。だからそういうところもあって使っていると。で、ただ、やっぱり締め付けみたいなのが厳しくなっていて、最初の出始めは、むちゃくちゃユーザーベースで作られてたんだけど、やっぱり最近は、まあ、ヤフー系になるので、ヤフーのクレジットカード、ペイペイカードっていうのかな。ペイペイカードを使わないとポイントがたまらないみたいな仕様に変更されたりとか、なんかそういうところを姑息にっていうか、まあそれ商売なんで仕方ないんですけど、やってきてるのがなんか嫌だなと思ってて。で、ただ僕はね、もうペイペイカードとかも一切作ってないです。で、ここに入ってる1枚のクレジットカードをペイペイに紐付けて使用しています。まあ、だから結局は、そのカードの数とか、関わる会社の数をやっぱり減らすってことなんですよね。それが一番管理の手間がなくなるし、で、お金の流れが見えやすくなるので、自然とね、キャッシュフローの改善みたいなもの、自分の経済的なところのバランスが取れていく、良くなっていくっていうところがやっぱり一番、大きいと思うので、なるべくシンプルにしておく。持つカードの数とか、関わる会社の数、ログインするアプリケーションの数を最小限にするってこと。だから PayPay に関しては、一切専用のカードなんかは作らずに、自分が持っている唯一1枚のクレジットカードをただ紐付けているだけ。で、まあ一応銀行口座も紐付けておくと、銀行口座からキャッシュを PayPay の方に入れて、そこからの支払いができるので、まあそれも一応やってはいるんですけど、だから、ポイントはすべてもうクレジットカード1枚に集約されるっていう風な感じですね。はい。そういう感じになってます。ちょっと質問の答えになってるかわかんないけども、一応電子決済やカード決済の活用などの話っていうのは、大体そういうところですね。で、まあこれからね、ちょっとどういう風にしていくかわかんないんだけど、まあほら、現金主義っていうか、やっぱり電子決済とかクレジットカードを全く使わない生活っていうのも、やっぱりシンプルで、結構ミニマルな形だなとは思うんですよね。それはね、すごく僕も憧れていて、で、現金だけでね、生活するみたいなこともやってたりしてた時も一時期はあります。ただやっぱり、生活の利便性とか、あと仕事とかね、自分が事業やってたり、自分の仕事とかビジネスをやっていく上では、やっぱり電子的なものの記録っていうのが圧倒的に早いっていうのと、それをそのまま確定申告に流し込めるっていうのがね、これが一番、やっぱり電子系を活用している理由ですかね。だからそういう煩わしいことがなくなれば、なんかもう完全にキャッシュでね、クレジットカードすら使わずに、もうポイントなんかも全く貯めずに、もう現金だけで生きていくこともできると思います。それが意外とミニマルな形なのかもしれないけど、今のところ、自分の状況に関してはそういうものを合わせてね、どちらかというと電子決済、デジタルベースの決済とか、財布のシステムを構築しているっていう風な感じです。財布に関してはね、むちゃくちゃアナログなね、こんな感じですけど。でもね、はい、もし試しに、これお試しでも全然ね、この財布は使えるんで、これ20枚入ってるから、もう実際さ、もう300円だとしたら1枚10円とか20円ぐらいの価格なんですよ。
その環境的な側面でこのプラスチックバッグを使うのを、やっぱり難しいって人も中にはいるとは思うんですけど、だからそこはやっぱり僕も気をつけていて、だからもうできる限りボロボロになるまで使うようにしてます。で、もう本当に使い切ってからちゃんと燃えるゴミに捨てるっていう風にしてますね。はい。そんな感じです。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の放送でお会いしましょう。バイバイ。